製品に溝を掘る方法について説明します。本動画では、シグナルで可動部を制御する方法について説明します。動画、製品に溝を掘ろうパート1の続きから設定します。付属ファイル Digging Trench Underline After 1.vcmx を開きます。加工機が動作するタイミングを指示するため、シグナルを追加します。モデリングタブを開きます。動作設定グループのビヘイビアを展開し、シグナルからブール型を選択します。ブール型シグナルとは、オン・オフの値を送受信できるシグナルです。プロパティウィンドウの名前を Go に変更します。同様に、ブール型シグナルを1つ追加し、名前をバックに変更します。加工機の動作した回数を記録するため、プロパティを追加します。プロパティグループのプロパティを展開し、ベーシックから整数を選択します。プロパティウィンドウの名前をカウントに変更します。カウントが増加するたびに、リンクアンダーライン2の加工位置を下げるため、Python スクリプトを追加します。動作設定グループのビヘイビアを展開し、その他から Python スクリプトを選択します。エディターが自動的に開くため、デフォルトで記述されているソースコードを1行目以外削除します。Python スクリプトを含むコンポーネントの情報を取得するため、conp get コンポーネントと記述します。servo conp.findBehavior と記述することで、コンポーネントのビヘイビアを参照できます。括弧内にサーボコントローラーと記述し、名前が一致するビヘイビアを参照します。同様に Go と Back を参照します。変数名は GoBack です。cnt conp.get と記述することで、コンポーネントのプロパティを参照できます。括弧内にカウントと記述し、名前が一致するプロパティを参照します。動作の回数が増加するたびに、リンクアンダーライン2の加工位置を下げ、リンクアンダーライン1を動作させる関数を作成します。関数を作成することで、Python スクリプトの行数を削減できます。dig と記述し、dig という名前の関数を作成します。括弧内に変数名を入力することで、実行場所によって異なる値を受け取ることができます。複数の変数を受け取ることも可能です。括弧内に value と記述します。リンクアンダーライン2が動作できる範囲には制限があるため、動作可能な回数を設定します。if cnt.value 小なり20と記述し、20回より少ない場合、動作します。cnt.value プラスイコール1と記述し、動作回数に1加算します。servo.moveJoint と記述することで、サーボコントローラーが制御している可動部を動作させることができます。括弧内に1、cnt.value×10 と記述します。括弧内の第1引数は、サーボコントローラーに定義されているリストの1番目を表しています。リストの番号は0から始まります。第2引数は動作の目標位置です。servo.moveJoint 0、value と記述することで、実行時に送られてきた目標位置にリンクアンダーライン1を動作させることができます。シミュレーション再生中、処理を実行するため def、オンランと記述します。シミュレーション開始時、動作回数をリセットするため cnt.value イコール0と記述します。while、true と記述し、以下のプログラムをループさせます。トリガーコンディションと記述することで、指定した関数が true の値を返すまで待機できます。シグナル5または back の値が切り替わるまで待機するため、括弧内に関数を記述します。ラムダと記述することで、名前を持たない関数を一行で記述できます。get トリガー、括弧、イコールイコール、Go と記述し、Python スクリプトと接続されているシグナルが Go であり、値が切り替わった場合、true を返します。or get トリガー、括弧、
バックと追記し、バックの値が切り替わった場合も true を返します。if go.value true と記述し、go が true の場合の処理を設定します。dig 1400と記述することで、1400という数値を送信し、関数 dig を実行できます。リンクアンダーライン1が1400の位置まで動作します。バックが true の場合の処理を設定するため、elif back.value true と記述します。dig 0と記述し、0という数値を送信し、関数 dig を実行します。リンクアンダーライン1が初期位置に戻ります。Python スクリプトエディター左上のコンパイルをクリックします。Python スクリプトで get トリガーを使用するため、Python スクリプトとシグナルを接続します。コンポーネントグラフウィンドウで Go を選択します。プロパティウィンドウで接続をクリックすることで、プラスアイコンが表示されます。プラスアイコンをクリックし、表示される Add Connections Items ウィンドウで Python スクリプトを選択します。Add Connections Items ウィンドウを閉じます。同様に、バックと Python スクリプトを接続します。シミュレーションを実行します。加工機を選択します。接続グループのシグナルを選択することで、3D ワールドと画面右側にシグナルが表示されます。Go の右側にある丸をクリックし、オンにします。リンクアンダーライン2が 10mm 加工し、リンクアンダーライン1が動作していることがわかります。Go をオフにし、バックをオンにします。リンクアンダーライン2がさらに 10mm 加工し、リンクアンダーライン1が初期位置まで移動します。シミュレーションをリセットします。シグナルで可動部を制御する方法についての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。